どうもこんにちは。デミコでーす。はい。はい。あ、すいません。今日はね、ちょっとね、夜になってからの撮影になってしまいまして、ちょっともしかしたら見づらいかもしれないですけど、ちょっと失礼しますっていう感じでございます。はい。で、今日は何をやるかと言いますと、先日編みました。こちらのモチーフですね。はい。これを使ってじゃあ何やら作っていこうっていう話でございます。で、何を作るかって言いますと、はい、こちらです。文書きました。はい。こちらね、13個のモチーフがあって、これをつなげてバッグにしようと思います。はい。というわけです。で、前回バッグを作った時は、ちょっとペンでも出すかね。はい。24枚ですね。24枚の、モチーフを使ってやりました。今回は13枚でございますよ。はいはい。13枚のモチーフでやるモチーフバッグ。はい。モチーフバッグということでございます。はい。で、まあ、これちょっと緑とかね、こう黄色でピーって書いてありますけど、だからどこがどうつながるかっていう話ですね。はい。で、まあ、緑のとこは普通にそのままこの長さでつなげて終了なんですけど、黄色のところ、ここからビューっていく。ね。こことここをつなげるんですけど、その時にですね、ビューとここもずっと行くんで、紐をね、ここを行く時にこっちとつなげていくっていう感じにしたいので、紐をね、紐じゃね、糸だね。はい。糸をこの分、この先この分編む分をね、でここはこことくっつくとこですから、はい。それをね、ちょっとね、残しつつやるぞっていうことで、ちょっとこうやって自分的に分かりやすいようにやろうっていうことで。で、あとは、くっつけた後は、持ち手ですね。はい。持ち手を作っていくんですけど、とりあえずはね、まあこんな形で、これを並べないとね、先にね、こうやって1、2枚。全部つなぎのね。3、4、5、6、7、8、9、10、これ以上つなげられんな。場所がなくて。はい。まあまあ、ちょっと待って。そしたら、ここまでにしようか。とりあえずね、ここ8枚。8枚。こんな感じでちょっと出しましたけれども。こんな感じでつなげていきます。で、もちろんつなげていく方法は、いっぺんこうやってつないで、こうやってつないで。で、こうつないで、こうつないで、こうつないでっていう感じでつなげていくんですけど、必要なのはもちろん針でございますね。今回はどういうつなぎ方をしようかっていう話なんですけど、ですね、ちょっと待ってね。こうなってんからこう動かして。今回は、まあ普通に、この周りのこの灰色で編んだ糸で、ですね、いつも通りに、こうやって、半目の、なんつったっけな、こういう編み方をするか、この間やったような、こう引っ掛けてっていう、こういう編み方をしようか、それとも、これを使ってね、編み針を使って、こう、引き抜き編みでね、やっていこうか、すごい考えたんですよ。すごい考えたんですけど、これを使って引き抜き編みをしてこうやって編んでいくっていう方式だと、やっぱり直線で編めるものね、一枚のペローンっていうものだったらいいんだけど、やっぱりこれには向いてないんですわね。この編み方には向いてない。で、こうやって編んでいくやつもどうしようかなって思ったんだけど、やっぱりね、多分これでこの編み方をするとちょっとね、糸のなんだろう、なんて言ったらいいんだろうな、糸のそのコットンで滑りにくいんですよね、基本的にはね。で、あとは綺麗にやっぱりこうキューッとやらないとちょっとかっこ悪いかなと思ったんで、それをやるならね、だったらまあ普通にまたつないでいこうと思って、いつもの通りです。なんだか長々喋ってるけど、いつもの通りにこう半目でこうかがっていくやつ、そのやり方でちょっとやっていこうと思います。はい。なので必要な長さはまあ倍あったら足りる感じかな。あれも結構引っ張るっていうか、ただ今回はそんなにビシッとやらずに、ちょっとふんわりした感じでね、そんな感じでちょっとつなげていこうかなと思うんで、まあかといってそんなにすっごい必要なわけじゃないんで、
倍あったら足りんじゃないかということで、ちょっとね、まずはね、ここをつなげていきますね。はい。まずはここをつなげていく。で、どうやってつなげていくかっていうのはね、もうあれですわ。ね、散々やりましたから、ね、そんなに頑張って気張ってやらなくていいかもしれないけれども、まあ、とりあえずここからね、こう拾いまして。で、まあ、こういう方向でいくんで、まずは最初の向こう側からのね、これの鎖編みをしているこっち側の辺の部分を拾って、片目じゃねえや。片目じゃない、半目だよ。ね、半目。で、これもこっち側の、ここですね。半目でね、こう割らないように、糸割らないように、これ糸割らないようにとか、こっち引っ張って、こういう感じでね、拾って、はい。で、これで一回通しますね。で、こっちは糸処理後でするんで、ちょっと残しといて。で、もう一度同じところを私は引っ掛けて、はい。で、これ抜けないようにね。はい。で、この時にちょっとね、私はペローンとちょっと止めるつもりで、こう、やっといて。はい。で、あとは、こっちとこっち。こういう感じで止めていくだけですね。同じところを2回拾わないように、最初だけはやりますけど、あとは全部こういう形で、とりあえず全部こういう感じで拾ってきます。簡単にね、つなげていきます。毛糸使う糸にもよると思うんですけど、この前のこういう形でこうつないでったやつ、あれでももちろんいいんですよ。ものによっては、糸によっては。でもあれだとちょっとコットン糸だとこうなんかね、こううまいこといかないっていうか、綺麗な感じにいかない。なので今回は簡単にね、こうやってつないでいきます。はい。で、これを今回はそんなにギューッとなんつうの、引っ張らないつもりで、引っ張らないっていうか、こういつもだったらさ、こうやってやってさ、こうやってしっかり割り糸しっかりこうやって引っ張ったりするんだけど、まあ今回はね、ちょっとほんの気分でね、これはもうお好きですよ。お好きにすればいいと思うんですけど、あんまりギューッとやったらさ、釣れちゃうからね、ダメなんだけど、まあふんわりつわけじゃないけど、まあ普通に止まってりゃいいやぐらいの感じで。ただあんまりふんわりやるとちょっと2倍しか糸取ってないからね、足りのやっちゃいけないんで、その辺をちょっと考えつつ、こんな感じでね、はい、止めたところはこう斜めに線が入る感じになるんですけど、こんな感じでまずは2枚ここのところを止めていきますね。はい。はい。この辺最後のね、鎖編みのところまで入れました。普通にね、入れましたね。普通に入れました。次はどうするかっつったら、まあこっち行くわけですね。こっち行って同じようにこっち側のこことね、鎖編みのこっち側ですね。鎖編み角っこのね、でこっち側も角っこの鎖編みのここですね。ここがちょっとこっち側から入れると割りやすいけど、はい、しっかり拾ってこうやって普通につなげていけば OK ですね。こういう感じで。でここもあんまりギューッと締めないよね。ギューッと後でこっち締めますから、まあここの間が開かない程度でいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、こんな感じでつなげていくんですけど、ちょっとね場所がずれないようにちょっとこの辺をちょっとこの辺整理してちょっと、はい。でとにかくこのつなげ方は一番楽なんですけど、ただ気をつけなきゃいけない点が1点だけあります。前回のこうやってやるやつとか、あとは最近ね、皆さんもねよく見ると思うんだけど、私今回やろうかなと思ったやつはこのなんて言ったらいいんだっけ、引き抜き編みでこうやって抜いていく方式のやつね。であれでやろうかなと思ったんだけど、最近インスタでよく見るんだけどさね、だからあれをやろうかなと思ったんだけど、2つは綺麗につながるんですよ。こうつながった時にこう筋がねこうやってびっちり合うんですけど、このつなげ方っていうのは
こういう風につなげたい場合、柄をねつなげたい場合、注意してやらないとほんのりずれるんですね。こうやって少し微妙にずれるの。だからそれを防ぐためにはあんまりビチーって引っ張らない方がね、びっちりにしない方がもしかしたらいいかもしれないなとちょっと思っております。はい。なのでまあそんなに気にするほどじゃないとは思います。はい。そんなに気にするほどではないんですけどね、私も今現在っていうかね、実際につないでこんな感じなんでね、問題ないと思います。ただやっぱり気をつけてやらないと、ポカーンとしてやってるとね、なんか微妙にずれしたりするの。これ目がずれてるんじゃなくて、手の具合っていうかね、具合によってこうやって引っ張るとちょっとね、ほんの1ミリもずれないんですけど、0.4ミリぐらいかな。細かいですけどね、言ったらね。でもやっぱりパッと見やっぱり綺麗につながってるようにしたじゃないですか。なのでちょっと緩めっていうか、あれですよ、バーッと穴が開くほど緩めじゃないんですけど、ギュッと引っ張らない方がいいんじゃないかなというふうに私は思っております。こんな感じでね、緩めになんていうのかな、しっかりっていうか普通につないでる分には全然大丈夫です。はい。普通につないでこうやってね、間もちょっとあんまり開かないようにして、かといってぎゅうぎゅうにはしないみたいな感じで、こんな感じでつなげていったら大丈夫だと思います。これ2番目だよね。はい。3番目、この長編みの頭ね、こういう感じで、はい。じゃあこれをね、とりあえず13枚をねガーッとつなげていきたいと思います。はい、というわけで全部つないでまいりました。はい。で一応つないだ後もう一回こうちょっとスチームをねかけてピシッとやってありますけれどもね、ここビローンと長いの残してございます。これからこれをつないでいきます。はい。こんな形でね、これがつないだはずでございますよね。これね。でこの黄色い部分、今ここからビローンってここまで、こことここを縫ってあるけど、ここはまだ縫ってないとこなんで、こっちはね、こっちくっつくとこですわね。でここをね今から合わせていきますよ。はい。で合わせる時はね、ここが中心になるんでボーンっつってね、でボーンっつってこうなる。あらね、今回のやつはこれですよね。こうバッテンで編みました。はい。バッテンで模様を編みました。こうやってつなげると普通に四角になるんですね。これが模様がそんな感じでね、はい。そういう感じでちょっとねイメージして今回はやったんですけど、はい。これまただから面白いよね、こういうのがね。バッテンで編んだけど、この感じでつなげるとこう四角になるっていうね。はい。こんな感じでございます。はい。じゃあこのピロンとこの出てるやつもね、こう巻き込みながらやっていくわけですけど、もちろんこれも同じようにね、こっちの角っことこっちの角っことこう合わせていくんですけれども、でこいつはねこう編みくるんでいっちゃうね、一緒にね中に入れて、こんな感じで今回ははいこうやって中に入れてってしまえば、その後もうあれですからね、糸処理しなくていいですからね、どんどん入れてっちゃう。で一応端っこのところはね一巻き入れて通してはいるんで、一応止まってる状態ですわね。一応止まってる状態になってるんで、ほどけることはないでしょうっていう感じで、はい。ここか。ここですね。はい。で、ここでこうなって、こう来たら、こう来て、ここまでですね。だからあと3辺。ね、こう、入ってないよってね。ここビャーっと来たら、ビャービャーっと、こういうジグザグに行って、ここまでずっと編んで閉じていきます。はい。編むじゃないね。閉じるだね。はい。閉じていきます。じゃあこれでね、ちょっと両側をね、閉じていこうと思います。こうやって合わせて、くるみながら。はい。はい。これで一応、全部。出てきとるな、これ。出てきてるな。これグッと押してね。向こう側にね。はい。これで全部、つながりました。はい。
これで全部つながったんで、まあピロンピロンしてるのはまたね、これ縁を編む時にまたね、適度にね、くるんでいく感じになるんですけど、今のところちょっと長いまま残しといてね。はい。じゃあ、これでですね、全部つながってこんな感じになりましたので、今度は縁を編んでいきます。このね、ここを作りながら、ここいつもいくつだったっけかね、この前やった時もね、すぐ忘れちゃうんだよね、そういうのね。メモっときゃいいのに、メモっとかないから、まあ、すぐ忘れちゃうんですけど、まあまあまあ、良いとして。はい。じゃあ、こいつはもう、今のところはね、引っ込めといて。あれどこだっけあった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 。まあ、いろんなとこ置いちゃうからね。はい。じゃあ次に縁を編んでいくんですけど、縁は、ここも、こう、なんつうの、こう V 字にしなきゃいけない。ここも V 字にしなきゃいけない。で、ここはね、ちょっと今回はね、こう、まっすぐ、両方ともまっすぐに、こう、編もうか。いつも迷うんだけどね、こうやってこっち側をカックンって編むか。でもね、私の趣味的にはね、やっぱりね、どっちがいいかな。まあ、とりあえず、でも一段編んでいきましょう。で、ここはね、V にしなきゃいけないので、で、ここをこうやって、なんつうのあんまりこっちに寄っちゃうとね、この V の部分と重なっちゃうといけないので、立ち上がりの分をね、なんかこの辺りからやっていこうと思うんですけど、はい。で、ここはもう普通にね、普通に取ってきます。針を入れて、引き抜いて、で、引っ掛けて、私のやり方ですけどね、引っ掛けて立ち上がって、で、この最初の目に今入れたところにそのまま目を入れるんですけど、さあ、ここで私がおすすめしたいのは、やっぱりここもね、筋がこう出てるもんですから、ここにも筋を出したいなっていうのがあるので、ここも筋編みで取っていこうと思います。なので、一目ずつ、とりあえずは、持ち手のところまでね、このまま進んでいきます。やっぱり、この筋があった方がないと、なんとなく、何て言ったらいいのかな。なんか物足りないじゃないけど、なんかちょっとボケた感じになっちゃうっていうかね。なので、ここはもう筋編みで、あえてこう筋を残す感じで、細編みをしていきます。で割らないようにね。とにかくね、コットンは、どんな糸でもコットンって結構みんな割りやすいと思うんだけど、これはそれでもまだそんなでもないかな。他のいろいろに比べたらね。でもまあ一応割りやすいんで。で、ここの、なんだ、鎖編みね。鎖編みのところ、こっち側の、そこまで来たら、持ち手に入りますね。3、4、5、78、79、80。はい。80目編みました。こんな感じ。もうちょっとあってもいいかな。90かな。80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90。はい、90。90かな。はい。ですね、90でいこうと思います。90目。こう忘れないようにしないとね、ちょっとメモっときますわ。すぐ忘れちゃうんでね。90目。はい。で、90目編んだら、ちょっとねじれないようにね、今ちょっと話しちゃったからさ。こう編んできて、こう編んできて、はい。ねじれないようにね。はい。で、これで、ここの、ここですね。ここ。こっち側の辺の、こっち側ね、こっち側の辺の鎖編みのとこに入れて、細編み。ここはね、ちょっとしっかり留めて、はい。で、あとはずっとまた細編みをね、逆サイドの、取っ手じゃないよ。持ち手も同じように90目で、とりあえずね、紐をね、こうやって作っていく。で、これがこうなって、こうなって、両脇に3段、4段ぐらいのね、
内側3段ぐらいかな。でここもこう入ってくるんで少し小さくなるんでね、ちょっとどうかな、ちょっと長めかなぐらいのね見た目感じが、見た目よりもちょっと長めかなぐらいの、ほんのり気持ちねそのぐらいにしておかないと、内側も編むんで小さすぎるんでね、そうなるとね、ジャストな感じこのぐらいかなってやっちゃうとちょっと小さくなっちゃうんで、じゃあこれ逆サイドもねちょっと同じように持ち手をね作るんですけど、とりあえずここですね、ここまでちょっと今行きますね。ここの谷のところまでねちょっと行きたいと思います。ここまで来ました。でここまで来たんですけれども、ですね、こっち側から来てる糸、これですね、糸処理したやつ、こっち右側に入れてあります。で右側から来たこっちは左側に持ってきます。で拾わなきゃいけないところはここの隣、この目ですね、この面の一番最後の鎖編み、ここです。これを拾って抜いて、で真ん中これは無視して、こっち側のこの鎖編みの目ですね、1個目のこっち側の辺の1個目の鎖編みの目に入れて、この人は処理していくので入れて、で目が大きくならないようになるべくギューッと引っ張ってね、ここはで抜いて3本かかってる状態で引き抜きます。はい。でこれもギュッと引っ張りながら糸処理をしていきながらいくので、隣の目に入れつつ筋編みで細編みをまた入れていきます。ずっとね。で反対側でまたこの持ち手ね、反対側で持ち手を作りながらいきたいと思います。はい、一周してきました。でこの処理してる糸もねまだちょっと同じように入れていくんですけど、ちょっとこうしてね、はい。でここをやってるんで、ここはやっぱりなんていうのかな、穴が開かないように両方からこう引っ張るっていうね、だから交差させてるっていう感じですかね。はい。でこれちょっと引っ張って穴が開かないようにして、さらに続いて、両方ともこうまだ入れていく感じ。そうしといた方が、外れにくいかなと、緩みにくいかなと思うんで、はい。でここ立ち上がるところですね。はい。で最初のここ頭に入れて、ここはもう普通に細編みをすればいいので普通に引き抜いて、はい。でギュッと引き抜いて、はい。で立ち上がります。普通にね。で立ち上がったらギュッとまた締めて、なるべくこの引き抜いた時も立ち上がる時もギュッと引っ張っておいた方が立ち上がり目立たないんでね、ここはもうしっかり引っ張ります。はい。でそしたら根元にまた入れて、ここはもう普通に細編みをまた進めていきます。はい。普通の細編みをします。はい、持ち手のところまで編んできました。で持ち手のところに来たので、じゃあここでどこを取ろうかっていう話なんですけどね、今ここ取った、次から持ち手です。手前1目だけ残して、こうやって2本で取ってきます。はい。ここはもう普通にまっすぐいくだけですね。はい。なので鎖編みのここですね、ここ手前1つ、ここですね、手前1本こう残して向こう側を拾っていく。はい。こんな感じでずっと持ち手のところは編んでって、でそれ以外の普通のところは普通に細編みをする感じで一周していきます。でそうですね。でその後はもう一周してきたら、その後は普通に細編みを続けていくだけなので、どんどん編んでいけるので、とりあえず私の趣味的には4段ぐらいは編みたいので、一気に今一周編んできたけど、
さらにあとだから3段4段あととりあえず3段、とりあえずこのまま、細編みを3段編んでいこうと思います。ここは手前1本向こう2本で拾ってきます。はい、忘れてた。はい、ここね、谷のとこですね。谷のところをどうするかってことなんですけど、これ1個手前、ここ普通に編みますね。1個ここ普通に編んで、ここに分けっちょ1で、ここが中心のもう1個と、でこっち側の辺のもう1個、この3つを編むんですけど、真ん中はシカトでもいいと思います。とってもいいけど、シカトでもいいね。なのでこう入れて、ちょっと待ってね、この手前1個編んで、でここ1つ引きますね。で真ん中シカとして、今度こっちの辺の最初の辺ですね。こっちの最後とこっちの最初、真ん中のところはシカとして3本で引く。はい、これでね谷はいきます。でやっぱりこの処理をしながら、こっちもねちょっとずつこうやってずらしながら、こうやってまた次の段で入れようという魂胆なんですけど、この時にちょっとね調節して、もうとにかくここが開かないようにね、穴が開かないように調節をしつつ入れていきます。はい、じゃあこれでずっと全部でとりあえず3段編んでみようと思います。はい、ここまで来ました。というわけで細編みを4段編んできたので、これで十分かなと思います。はい。でこの辺はねこのぐらいの高さで十分だし、あと内側をねこう編まなきゃいけないので、内側は3段で十分だと思います。はい。なのでここでちょっとね見てもらって、そうね大丈夫だね、このぐらいで。でそれでですね、あれをしたいんですよ。なんだ、引き抜き編み、そう引き抜き編みをしたいんだけどさ、じゃあどうやって引き抜き編みをしていこうということで、ですね、普通に引き抜きますわ。ここでこう引き抜いてね、でギュッとギュッとギュッとやったら、ここからもう隣の目に入れてって、引き抜き編みを普通にしていきますね。この全部頭をちゃんと拾うようにして、引き抜き編みをこのまま一周していこうと思います。あんまりギチギチに引き抜き編みをしちゃうと釣れちゃうんで、それがないように少しゆとりを持った感じでやっていきますね、一周。はい、はい、ここで最後の目ですね。はい、最後の目引き抜いて、でここで一目かぶせようと思います。なのでこれを切る、ハサミ、はい、これで切れますね。ちょっと切って引き出して、で針で普通になんだっけ、鎖目の閉じ方をしますね。こう引っ掛けて、これが最初編み始めて、こっから目が出てるんですけど、ここが立ち上がりでね、でこっから目がこう来てるんで、この下に入れ込みます。で通して、で同じ穴にここのね最後のこの穴に戻して向こう側に出す。でこうやって一つ目を作ってあげて、きれいにかぶせる感じでね。はい。でそしたらちょっと引っ掛けて、こっち側に一回引っ掛けて、であとはこっち側にしようかな。糸処理をこのままします。場所としてはこの今引き抜き編みをした縁のところにさらにかけちゃうと、さらにちょっと厚みがね出ちゃうんで、一段下、こういうところですね、この下のところに入れていきます。よいしょ、ちょっとずつ入れてね確認する。はい、大丈夫そうですね。はい、こんな感じで、また後でちょっとやればいいんですけど、
まあこうやって出てるやつもね全部後で処理しますけどね。はい、こんな感じで外側は一応全部一周っていうかね、全部外側はこうやって4段編んできました。で次はどうするかっていうと、今度はこの持ち手の内側ですね、内側を編んできます。で内側は3段編もうと思います。はい、どこだい、端っこ。これがねなんか知らんけど、ね、結構ねこうやってね結ばってるんだよね。これちょっと嫌だよね。まあどこで出てくるかわかんないから一応このままにしとくんですけど、まあ、ちょっと邪魔なようだったらもちろんほどいてね、普通に邪魔にならないように入れていきますが、とりあえずは細編みなんでね。はい。でその細編みもさあどっからやっていこうって話なんですけど、まあこの辺りから拾ってこうかな。でここはですねこっちが来たようにまっすぐ来たのと一緒で、こっちもまっすぐに行きます。こっちはね。でここだけここの脇でやった谷ですね、谷、これと同じようにここもやっていくので、やることは一緒ですね。なのでまあこの辺から適当に、そうね、この辺から取っていこうかな。でここも最初は筋編みになるんで通して、でこれをちょっとね引っ掛けて、はい、で一度ここに細編みを入れて、で引き抜きじゃないよ、ここは筋編みで内側もね、ここの部分は筋編み、そしてこの持ち手の内側の部分は普通に残ったところをねこう残った一目っていうか1本かね、1本これを拾っていく感じで細編みをしていきます。はい、筋編みでずっととりあえずまたじゃあ谷のとこまでいきますかね。はい、谷のとこまで編んでいきます。はい、谷のとこまで来ました。ここは最後の目になるんでね、ここの辺の鎖編みのとこですね。はい、ここを引っ掛けて、でまたここも出てる糸を交差させて、こっち側のやつはこっちに処理してます。はい、こっち側に処理してて、でこっちは左の方にね入れてくんで、このままいきますね。で角のここの細編みのところに入れたら、ちょっと待ってね、これキュッと引っ張って、細編みの鎖編みのところに入れたら、ここの面はまあちょっと放置しといて、こっち側ですね、こっち側のこの辺の最初のこの鎖編みですね、鎖編みのところに目を入れて、でこいつも連れてくんで巻き込んで、で3本にした状態でうっとっとよっと、はい、これで引き抜きます。はい、でまたこっから細編みを筋編みで入れていきます。でこうやって糸処理する糸をね交差しとけば、これちょっと穴が開いてる感じに見えるかもしれないんですけど、これを、こっち側にちょっと引っ張って、でこっち側もちょっとこうやって引っ張る。そうすると大体潰れますね。こうやってね潰れる。あとはこうなんつうの、この辺とかも段数をね増やしていくたんびにちょっとこうやって入れていってあげるっていうかね、適度な感じで緩まない程度に入れてってあげるって感じですかね。まあだいたいかなりこのぐらいの長さで入れちゃいますけど、私なんかこう1枚分ぐらいの長さでねこれ入れて、で入りきらない分は切ればいいんですけど、こんな感じでねちょっとゆとりを持った感じで、せっかく糸があるんでゆとりを持った感じで糸処理をねしていこうと思います。途中までこう3分の1ぐらいまで入れて、で放置して、であとはまた段階で入れていくみたいなね、そんな感じでね入れてきますよ私はね。はい、じゃあここもとりあえず持ち手のところまでね編んでいこうと思います。はい、ここまで編んできました。でここどうするのかっていうとですね、ここからはもう持ち手なんですね。ここがモチーフまで、この目がモチーフまで編んだ
ところなんですけど、ここどうするかね、こうやって見てもらうと分かるけど、ここはもうこっちの辺のここですね。針はい、ここはもうモチーフのこっち側の鎖編みの部分なので、これは取りませんね。取りません。でここにはまってるんだけど、ここ取りません。なのでこの隣、ここですね。こっから持ち手が始まります。こっから持ち手が始まるので、ここに飛んで、ここから細編みをしていきます。はい。であとはもう1本しか残ってないから、1本残ってるやつをこうひたすら拾って、細編みをしていくだけなので、こんな感じでね、この内側一周していったら、ここの谷の部分と、あとは全部まっすぐ編むだけなので、谷の部分だけ注意をして、で内側を3段、全部で3段、これをね内側編んでいこうと思います。で反対側ももちろん同じようにして終わりにしていこうと思います。じゃあどんこ編んでいくんですけど、とりあえずはそうですね、両方やっちゃっていいかね。で最後にまた引き抜きを内側するんで、ちょっとそこまでじゃあ一気にやっていきましょうね。ここはもう本当にそんなに難しいことないんで、まっすぐそのまま編んでいくんで、この谷の部分だけね気をつけてやっていこうと思います。はい、というわけで全部編み終わりました。結局、言った通り、こっち側は3段だけですね。3段。こちらは4段。一つね、こうやって編んでるんで、一周してるんでね、その元のやつはどう数えてるかな。それは数えずに、さらにこっち側に4段と、で、3段ですね。こんな感じになってます。で、ずっと縁は内側も、引き抜き編みですね。普通に引き抜き編みをして、持ち手をね、作りました。ね。いつも迷うんですよね。これが。こうやろうかなって。次やるときはちょっとこうやって止めようかなとちょっと思ってたりもするんですけど、今回はこんな感じで、やっぱりシンプルにね、やりました。はい。完成でございます。いいんじゃないって思うのは、やっぱり、こうバッテンの、このね、こうやってやって、バッテンの模様にして繋いだら、こうやって四角が出てくるっていう、これですね。これは楽しいね。そしてここにもちっちゃい四角がこうあってっていうね。なんか、こういう組み合わせ的な感じのね、なんていうの柄の考え方っていうのかな。柄を考えるときに、組み合わさった時にどう出るかっていうのもね、ちょっと楽しいんで、やっぱこれちょっとやめらんないなっていう感じなんで、またこれ、ね、作っていきたいと思いますよ。ということでね、皆さん、どうですか？これよくね、このタイプはね、作ってる方は結構いらっしゃると思うんで、いろんなね、モチーフでやってみたらいいんじゃないかなと思います。はい。いやね、今回はね、でもね、これをね、1枚ずつチクチク、編んでね、何日かにわたって、何日もかけて、トータルで、どんぐらいかな、1日に1枚みたいなペースでね、ゆっくり編んで、で、出来上がったんですけど、こんな感じでね、チクじゃないよ、チクチク、はい、チクチクと、編みつつ、着々と、バッグをね、作っていきたいかなと思います。はい。いろんなね、色の組み合わせもありますし、もちろん、カトナじゃなくてもね、違う系統を使ってもね、全然いいと思うんですけど、とにかく私はね、こういうの作るときはやっぱしっかりした作りになるんでね、コットン糸が一番いいなと思ってるんでね、またカトナでね、いろんな色の組み合わせで、またいろんな色の柄の組み合わせ、ね、今回は2色で作りましたけど、また複数の色を使ったりとかしてね、そんなんでいろいろ作っていきたいかなと思います。ということで今回これで完成。イエーイ。いやね、実際ね、これを組み立てるというか、この組み合わせる作業っていうのはもう今までね、割と、なんていうのかな、何回かやってるんでね、そんなにね、必死こいて撮影中こともないんですけれども、ただやっぱりこの、なんつうのかな、糸によってはね、もしかしたら違うね、この、なんつうのかな、このつなぎ方をね、するかもしれないんでね、はい。ほとんどカタなんで、バッグをつなげるときはほとんどこれになると思いますけれどもね。はい。
でもね、違うもの、まっすぐのものがバッグじゃなくてね、こうまっすぐなものを作るときはね、他の組み合わせっちね、なんていうんだ、剥ぎ方っつうのかな、閉じ方、違うな、なんつったらいいんだ。まあ、つなぎ方ですね。それもいろいろ、他のものもやっていけたらいいなと思ってます。はい。まあ、これもね、私の一つの在庫になると思いますので、はい。そういうことでございます。また作っていきたいと思います。というわけでね、今回もここまでご覧いただきまして、どうもありがとうございました。まあ、今回はまたね、喋るのがね、ちょっとね、なかなかできなかった。うん。まあね、いろんな事件がありますね。今もね、事件があったり、それとか、まあ、なんていうの、政治のこともあるし、ね、法律的なこともあるし、いろいろ喋り方が山ほどあるんでね。まあ、次は、そうだな、おしゃべりメインの動画でも撮ろうかなと思ってますよ。はい。というわけでございます。じゃあ、また次の動画で、すぐにお会いしましょう。ということで、本日はここまで。さよなら。いやー、一つのものが出来上がるっつうのは毎回気分がいいっすね。なんか最近頑張ってんな、私。頑張ってる。いや、でもね、次ね、何作ろうかな。ね、何作ろうかな。いや、ですね、今ね、ちょっとね、靴下もやっぱりやらないといけないじゃないですか。やっぱり冬なんでやらないといけないわけですよね。やっぱりね、いけないよねっていう話でね。いろいろな、また靴下もね、今年編めたらいいなと思って一つ編み始めたのがあるんですけど、まあそれはね、それはまあおいおいまたご紹介していきますけれども。でね、またね、作るものはね、一応ね、こう、なんていうのかな。列作って待ってるんですけど、待ってるんですけど、次は、もうちょっとね、気軽にっつったらおかしいけれども、まあ、ちょい太めの糸でね、ザクザク編めるようなものをちょっとやろうかななんて思ってますけどさ、なんでしょうねっていうわけでね。まあ、冬ですから、ね。冬だったらこういうのやっぱり1枚ぐらい編んどきたいよねっていうのをね、次ちょっとやっていこうかなと思います。というわけで、はい。じゃあね、バイバイ。